よいしょ。おっと。おはようございます。最近結構デスク周りをいろいろとアップデートしたので、またこれも紹介しなきゃ全然追いついてないな。もう今年で弱い26なわけですよ。いや、もう全然おっさんです。やっぱりね、そろそろ大人にならなきゃなというふうに思いまして、着手し始めたのが荷物なんですよ。一個は単純に重い。今僕がですね、もうメインでずっと使ってきていたのは、長らくこれですね。ブランクレの、レザーワンデイトート。トートじゃないや。バックパックです。いや、これはめちゃくちゃ気に入っていて、かれこれ。ちょっと一回アップデートを挟みつつ、何年 ?2、3年ぐらいは使い続けてますね。フォルムのビジネス感もあり、カジュアル感もあり。でも素材がレザーで柔らかさがあって、質感が結構高い。それで背面はこんな感じ。ちょっとクッション性があるような。なので長時間座っていても、そのレザーバッグにありがちな見た目だけっていうわけでもないっていうめちゃくちゃちょうどいい。自分にとってはすごいいい。で、値段もね、レザー系の中では比較的、手に取りやすいということで気に入っていたんですが、ちょっとね、重いんですよ、これやっぱり。これは別にこのバッグがじゃなくて、レザー系のバックパックは、1キロ前後がほとんど。で、1キロ切ってくると、結構頑張った、軽いね、みたいな、反応になるようなバッグなので、ちょっともうきついですね。25歳にはね。僕が持ち歩く荷物は、MacBook もそうだし、1リットルの水筒も入れるし、カメラも入れるんで、もう数キロ優に行くわけですよ。もうバッグだけで1キロはね、ちょっと重いね。頑張んなきゃっていう感じはありますね。で、一方で、それが一つの話で、もう一つは、素材ですね。これレザーなんですよ。私服として、合いやすいんですけど、どうしても印象が、上品な方に触れるんですよね。で、僕の最近の服の趣味が、またちょっとずつ変わってきてるっていうのもあって、テックヤンキーですよ。はい。なんだろうな。ちょっと機能性素材とか、ナイロン系の、アウターとかね、パンツとか着る感じ。これ例えば、友人のセレクトショップで買わせていただいた、このジャケットね。別に、これはスポーツ感とか、ハイテク感は強くないんですけど、とはいえ素材感はナイロンなので、ちょっとテックヤンキーっぽさがありますね。これもうちょい顕著なやつがあります。もう前の僕だったら全然興味を示さなかったであろう、こういう、なんていうんですか？ウィンドシェルっていうんですかね。ちょっと外そう。これもそうですよ。ナッシングのヘッドホンも、まさにテック感の象徴ですよね。サカナクションの、なんて言うんだろうな、別ラインというか、なんつうんだ、別プロジェクトの NF で出ているウィンドシェルとか、ウィンドパーカー、シェルパーカーですね。よくあるアークテリクスとか、そういう、ノースフェイスとか、そういった類と、雰囲気近いと思っていただければと思いますが、この服に、やっぱね、このレザーのバックパックは、ちょっと合わせにくいというか、ちぐはぐな感じがあるんですよね。だし、最近、この1年ぐらいで、運動習慣がちゃんとしてきたっていうこともあって、ウィンドブレーカーとかジャージで出歩くみたいな場面でも、いやー、これなのかっていう、ちょっと合わないなっていうのは、前々から思っていましたと。そんな感じで僕の軽量化および、スタイルの変化に合わせる形で、バックパックをずっとね、ちょっと探し続けていたんですよ。このブランクレもね、結局探し始めてから何年かかった？そのくらいずっと決めかねていたというか、見つからなかったので、
そのくらいの覚悟をしてたんですけど、ナイロン系とか高機能素材系のバックパックで、結局ですね、僕が購入したのがこちらです。はい。見覚えある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕が好きなブランドの一つのマースティックの、ナップサック27という製品になります。いやーもうこのブランド好きですね、僕は。以前ですね、ショルダーバッグ。そうそう。1年ほど前には、このショルダーバッグを買っていたわけですよ。いやーこれがね、やっぱ見た目がすごく好きで、このテックな雰囲気が好きで、結局ナップザック、バックパックもこれにしてしまいましたね。見てもらうとすごくわかりやすいんですけど、ほぼ同じような雰囲気です。こっちがトートバッグ、こっちがナップザック。これを、背負えるような形にしたっていうような解釈で、おおむね問題ないかなと思います。でもね、気に入ってるし、なんならこの雰囲気デザインは、トートと同じくらいにこのナップザックでも効いてるんじゃないかなと思います。中央はですね、ここ、リフレクターのテープになっていて、夜道とかでは、反射します。で、ここはメッシュのポケットになってて、ここの、なんていうんだ、アダプターで固定がされます。パッと増えてしまった荷物とか、あと、アウターとか、暑くなって脱いだ時にここに入れられるというようなものだし、あと入れることによってちょっとこう見た目の雰囲気とかスタイリングも変わるっていうのが、面白いところですね。で、ナップザックという名前の通りで、ここが、なんていうんですか、ドローコードっていうんですかね。によって、こう、ぐいっと大きくこう口がここ開いて、で、ぐいっと引っ張って形を止めるというようなものになってます。このドローコードがちょっとこう単色ではなくて、ホワイトのラインが入っているのがちょっとしたアクセントですね。で、ギュッと開けて、中にいろんなものを入れられますと。全然パソコンとかも余裕で入ります。私の13インチの MacBook Air ですね。パソコンに関しては特にパソコン用のちょっとしたスリーブがあって背中に密着させることができるようになってます。専用のポケット、ここにさっと入れるだけですね。14インチ、なんなら16インチも入れようと思えば入れられると思います。そんな感じでパソコンを入れるような、荷物も想定しているということですね。で、今ここにペロッと返してますが、ここは、このパソコンがあんまり動かないようにするためのストッパー兼小物ポケットになっていて、僕はですね、このエコバッグだとか、乳液化粧水。この前無印良品週間で買った UV のやつですね。を、入れたりしています。で、小物系のこう仕分けポケットは、主にこのポケットと、パソコン用のここだけです。なのでなんか本当にざっくりと荷物を入れるような感じですね。ここはまさにナップザックの、テンションです。ナップザックって聞くとね、学生の時に使ってたみたいな人も多いんじゃないですか。僕も部活の着替えとか入れるために使ってましたね。リュックの上にナップザック背負うみたいなあのスタイル。いや、あれなんか当時かっこいいとちょっと思ってたな。全然ですよねうん、でも、あの時のナップザックの感覚を完全に覆してくれますね。これは本当にかっこいいナップザックいや、普通のもかっこいいんですけどね。で最近ナップザックってもうこの1年2年ぐらいで流行ってましたよね。うん。それもあって僕もすんなりとこう受け入れることができました。なんかね、知り合いにちらほらとこう軽いお出かけ休日のお出かけをナップザックで済ませてる、もう男女含め結構いたので、それも相まって、ちょっとね、導入が進みましたね。27という名前の通りで容量は27リットルになってます。こう聞くと結構大きいですよね。ただ、
ナップザックの、要はその、バックパックのハードな生地感とは違ってかなりソフトめなので、重い荷物とか大きい荷物をどんどん入れれば入れるほどバッグの形が崩れていって、背負った時にこう、すごい、なんていうの、不格好な感じになってしまうので、程よい量を詰めるのがおすすめですが、さっき言った通りで僕は MacBook とか、カメラとか水筒とか iPad とかそういうの全部入れても、そんなに違和感ないんじゃないかなというくらいにはなっています。荷物の重さよりは、どっちかというと傘の方がシルエットを保つ上では重要かもしれない。これ僕がね、もう一つ、選んだ決定的な理由があって、それが結局背面なんですよ。はい。結構しっかりしてませんか？僕、ナップザックっていうと、紐が細い紐が肩に食い込んでくるみたいな、そういうイメージがめちゃくちゃあったんですけど、かなりしっかりとした、ショルダーベルトです。なので、結構ね、スポーツ寄りな雰囲気はありますね。背中も含めて、この肌に触れるような、体に触れるような部分はメッシュ生地になっています。なので、本当にね、長時間、さっき言ったような重めの荷物を入れても快適です。であと真ん中でここ、ベルトで留められたりします。僕は普段は使わないものの、ちょっとした時にスポーツとか、あとは、電車がまでギリギリ、時間がギリギリで駅まで走んなきゃいけないみたいな時には体に密着させて、より、ブレをなくして移動することができますね。ちなみにここには例のごとくクリッパをつけています。とても良いですね。そんなわけで僕がレザーのバックパックから移るのに十分な理由が揃っていました。軽い。何よりも軽い。で、実際に軽いだけではなくて、見た目からしてすごい軽々しい。軽いですよね。このメッシュとか、あとはちょっとね、27リットルとはいえ、サイズ感としても小さめ。で、あと、この、リップストップナイロンとかで柔らかめの生地感もあって、春っぽいというか、25歳っぽいというか、そういうようなバックパックになっています。で、ナップザック特有の、楽なんだけど、ちょっとこう重い荷物入れられないっていう課題も、ここが解消していますね。背面とか、背中の体に触れる部分がしっかりとしている。なので、長時間とか重い荷物を背負っていても快適です。で、さらに言うと、最初ね、僕、こういった高機能素材系のバックパックを探す上では、やっぱり、一個はスポーツ系の、いわゆるこう、アークテリックスとか、そういう本当にもうそっち側に寄せるっていうパターンと、あともう一個はもうビジネス系ですよね。もうつるっとしたナイロンの四角い、あれその2つぐらいなのかなというふうになんとなく考えていたんですけど、やっぱりどっちもね、微妙だったんですよね、僕の中では。ビジネスによると、どうしても、服に合わないし、かといってスポーツだとより使用用途が限られる、使用シーンが限られるので、非常にちょうどいいとこ取りのバッグになってるんじゃないかなと思います。とにかくね、マースティックのブランドページを一回見てみてください。すごいかっこいいんですよ。インスタグラムとかもわかりやすいかな。はい。世界観がね、しっかりしてます。ブランド名はエストニア語で風景を意味する言葉。デザイナーがバルセロナ在住時に感じたカタルーニャ文化に、日本独特の美意識である陰装これなんて読むんだ陰影来産ですね。日本独特の美意識である陰影をミックスさせてプロダクトへと落とし込んでいる。身軽さを大切にしているということで、いやもうまさに今の僕が求めていたようなバッグになってますね。かっこいい。ちょっと背負ってみましょうか。背負うと、こんな感じです。いや、かっこよくないですかこれ。大人って荷物が少ないんですよ。余裕を感じますよね。いや別にこのくらいで十分ですみたいな。大人になりたい。そういう意味ですごいアクティブで余裕のある大人に一歩近づけてる感じはありませんかね？どうですかね？
ブランクレを背負うと、いや、悪くないんですけど、でもやっぱこの素材感とちょっと僕にとってはミスマッチ感がすごいな。うん。さっき言った、このトープのアウターですね。まあ、これとだったら確かに、ブランクレのね、これも、まあ悪くはなさそうに見えるんだけど、やっぱ今の気分はこっちですよね。いやー、良くないかこれ。とてもいい気がしてますよ。まあ、ちょっと露骨すぎますけど、例えば、このメッシュの中に物を入れると、また印象が違って見えるわけですよ。あ、なんかこの人こういうカルチャー好きなんかなとか、こういう道具好きなのかなみたいなのが透けて見える感じが、またいいですよね。まあ、メリットもあればですね、デメリットもあるということで、まあ一番わかりやすいのは別にこう構造的な機能性がすごくあるわけではないんですよね。例えばバックパック、最近のだと裏地を少し明るい色にして中のものの視認性が高いですよっていうのを謳っているバックパックは多いんですけど、まあ、別にこれはそういうのないのでちょっと中は見づらいです。で、あと中にさっき言った仕切りは、ラップトップ用と小物用の2つしかないので、例えばブランクレのこっちのね、こっちのレザーの方にあったような、水筒ホルダーみたいな、折りたたみ傘ホルダーみたいなのがないので、まあ、大きめのものがちょっとバッグの中で、ぐちゃぐちゃっと移動して重心が変わったり、シルエットが変わったりっていう心配はあります。まあ、なので、そこら辺はこう、トレードオフというか、まあ、よりシンプルにバッグを使う場面でおすすめのものですね。まあ、なんかこう、通勤通学とかで毎日背負うためにこれが最適かってやれるとちょっとこう自信はないというか人によるんですけど、僕はなんだかんだこれ毎日今持ち歩いてますし、休日とかなんかな、どっちかっていうと、まあこうサブ的なバッグとしては特におすすめになりますかね。本当にこう軽い荷物でいけるので、ワンデイパックぐらいの荷物は多分入ります。着替えとか。そういうのも全然入るので、ぜひぜひそういったシーンでおすすめしたいですね。自転車とかね、めっちゃかっこいいと思いますよ、これ。僕もね、マースティックのこのブランド全体的に、自転車とかの、なんだろう、シティアクティビティみたいなものと合わせたい。シーンで選びたいですね。はい。まあ、以上ですね。そんな感じで、今回マースティックの、バックパック、ナップザック、はい、ご紹介しました。もうね、ショルダーバッグという僕の好きなブランドが、いよいよ固定化されつつありますね。ちょっと、挑戦しなきゃな気はしてるんですけど、やっぱりお気に入りのテイストがもう決まってきてます。マースティック、トポロジー。そんな感じかな。うん。ナップザック、もうずっと触れてないという方も多いと思うので、ぜひぜひちょっとこの機会に触れてみてください。実物を置いてる常設店舗もあるんですけど、定期的にポップアップもやってるんですよね。そこで世界観をごとこう浸るっていうのも楽しいかなと思います。そんな感じで、はい。今日は最近愛用しているバッグのご紹介でした。では、このチャンネルでは他にも、ライフスタイルに関する動画を様々載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。また、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。今日はこの辺で以上、なごみけでした。では、というわけで、今日も荷物を詰め込んで、めっちゃ入るな、やっぱ。すごいな。よいしょ。OK。ではでは、行ってまいります。